これであなたも土佐弁マスター、土佐弁クイズ第2弾イエーイということで私ですね、第1弾に引き続き、この MC を、やらせていただきます、高知市国際交流員、中国出身のメンルムと申します。どうぞよろしくお願いします。今回はサブ MC の国際交流員のあゆと申します。インドネシア出身です。できるだけメインさんをサポートしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。高知にいる外国人の皆さんがより土佐弁のことを知って使ってもらえるように、今回も土佐弁クイズをやっていきたいと思います。はい、そしてですね、動画の最後にはですね、レジェンドの、土佐弁の解説もございますので、一緒に勉強してやりましょう。ではですね、今回も強力な、助っ人をご紹介してまいりたいと思います。今井太子先生です。日本語学習教材アドバイザーの今井妙子と申します。外国の方々がどのように土佐弁を感じてらっしゃるか、楽しく、動画を見ながら考えていただけるかと思います。一緒に楽しみましょう。よろしくお願いします。そしてですね、グループ1の皆さんに自己紹介していただきましょう。ジェームスさんから。はい、皆さんこんにちは。高知県庁文化国際課、イギリスの国際交流員のジェームズと申します。ロンドン出身です。高知に来てから、5ヶ月目になります。好きな日本語は、書きますね。好きな日本語は、はい、こちらです。挑戦です。チャレンジ。はい、チャレンジですね。なぜかというと、高知に来てからいろんなことに挑戦してみましたから。はい、以上です。今日のクイズもぜひ挑戦していただきたいんですね。はい、頑張っていきましょう。はい、では続きましてお隣さんから。はい、皆さんこんにちは。高知県文化国際課国際交流員のリンと申します。ベトナム出身です。今日本5年目ですけれども、高知はまだまだ4ヶ月目です。これからも頑張っていきたいと思います。で、私の好きな日本語は円です。書いてください。はい、書いてください。リンさんはどうですか？あ、いいですね。はい。私の好きな言葉は縁です。縁があれば結ばれる、また縁があれば会えると信じているので、今日も縁があって皆さんと楽しいゲームやりたいなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ続きまして。さっきリン様を漢字サポートした中国出身の国際交流員の王信王と申します。同じく高知県庁文化国際課の、国際交流員で、今年の5月にもう2年になります。好きな日本語はこれ、小春日和です。高知に本当に雨が多すぎ、本当にもうそれは好きなんですけど、特にその5月とかに梅雨に入ったらカビがいっぱい出てくるじゃないですか。まあね、確かに。今これを撮影している時は今1月の下旬ぐらいなんですけれども、これからね、春が高知にも来るということで、ぜひ小春日和を楽しんでいただきましょう。はい、以上です。よろしくお願いします。はい、次最後どうぞ。はい、Hello。高知国際交流のモードと申します。アメリカ出身で高知に来てから3年ぐらいになります。好きな日本語は、私とても単純な言葉を選びました。これです。串です。串。その漢字は串の絵みたいで、とてもわかりやすいです。この漢字を見るときはちょっと微笑ましいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは早速なんですけれども、土佐弁クイズの方を始めさせていただきたいと思います。今からですね、僕がいろんな場面を説明します。皆さんはその場面を聞いて適切だと思う土佐弁を選んでください。今井先生が選択肢を出してくれますので、自分が正しいなと思う選択肢を皆さんのお手元にあるホワイトボードに書いてください。では、早速第1問。私はコーヒーが大好きです。休みの日は〇〇いつも頻繁に
カフェへ行ってコーヒーを飲んで過ごしています。この場合にいつも頻繁に表す適切な土佐弁は次の3つのうちどれなんでしょう。では選択肢の方、今井先生お願いします。1番ゲニ、2番ぎっちり、3番チート。ありがとうございます。では交流員の皆さん使って書いてください。10秒ぐらいで書いてください。せーの、せーの、スタート。スタート。はい、答えお願いします。いいですか。じゃあせーので、せーのでドン。ゲニ、ぎっちり、チート。バラがきましたね。じゃあジェームスさん、はい、なんでチートを選ぶんですか。そうですね。ゲニはね、とてもっていう意味だと思って、そして2番目のぎっちりは標準語のきちんとっていう意味だと思ったので、やっぱりチートと選びました。なんとなく。でも間違ってると思います。自信を持って。はい。挑戦していきましょう。はい、挑戦しよう。はい。これも挑戦です。はい。ではリンさんお願いします。頻繁的に毎日という感じでギュッとそんな感じかなと思って2番。あとこれもオノマトペだから可能性が高い。確かに。はい。でゲニとチートはなんか違うなと。パッと聞いた瞬間に選びました。なるほど。はい。なんか分析は鋭かったですね。すごい。シーさん、モールさん、2人ともゲニを選びましたけれども、どうしてですか？ぎっちりはじっくりとかそんな感じだと思ったので、それではないと思ったんです。ではチートはちょっとみたいですから、それ以外の選択肢にしました。ゲニに。いや、私もモードさんと同じ感じ。ぎっちりはきっちりみたいな感じで、どうせ間違って。ちょっとみんな1問目からネガティブになりすぎませんか？自信を持とう。挑戦しよう。はい、挑戦しよう。では、今井先生、じゃあ正解の方お願いいたします。私はコーヒーが大好きです。休みの日はぎっちりカフェへ行ってコーヒーを飲んで過ごしています。というわけでリンさん正解です。ありがとうございます。素晴らしい、名探偵だった。ぜひ意味をそれぞれ教えていただけませんか？はい、簡単に言います。ゲニ、これはジェームスさんおっしゃったようにとてもになります。正解。はい。で2番のぎっちりが、いつも頻繁に何度もというふうな意味合いになります。3番のチート、これモードさんとシンさんかな、少しって言ったらそれに当たります。素晴らしいですね。みんな何かしら正解してるんですよね。じゃあ素晴らしいです。じゃあ次2問目いきたいと思います。2問目。私は友達とカラオケへ行きました。朝から晩まで一日中カラオケで歌って踊って〇〇騒いだので疲れました。でもとても楽しかったです。さあこの場面に合う騒いだを、表す適切な土佐弁は次の3つのうちどれなんでしょうか？今井先生お願いします。1番ほたえた、2番リグった、3番のけた。のけた。お書きください。どうぞ。はい、では、皆さんの答えを発表していただきましょう。せーの、ドン。はい、ほたえた、のけた、リグった、リコった。これはまだバラましたね。ちょっと仲いいね、ここ2人。そう。気が合うんですね。気が合う。そう。また一人ずつ理由をね、お聞きしましょうか。ジェームさん、ほたえた。ほたえたですね。ほたえたを見たとき、なんか犬の吠える音をイメージして、騒いだっていう意味じゃないですか。その〇〇の。でやっぱり、なんか関係があるんじゃないかなと思ってて選びました。ありがとうございます。じゃあ、さっき見事に正解出したリンさんなんですけれども。そうですね。正直これもさっぱりわかりません。ただ
3つの選択の中これ一番短いから選びました。一番の説明を聞いて一番かなって感じ。さあまたもや、同じ答えを出したお二人なんですけれどもリクタとホタエタちょっと迷ったんですけど、結局リクタの方が読むときはカラオケでワイワイした場面想像できます。私もその感じ。あとは全然関係ないと思いますけど、英語のリグルっていう言葉があって、体をこうするっていう意味でそれを想像して選んだかもしれないですけど。では、正解発表の方を今井先生お願いします。私は友達とカラオケへ行きました。朝から晩まで一日中カラオケで歌って踊って答えたので疲れました。でもとても楽しかったです。答えたです。正解者というわけでジェームズさんです。ありがとうございます。すごいね。はい、じゃあ、今井先生、すみません、この3つを意味を簡単に説明していただけますか。はい、一番答えたはやはりこの騒ぐですけれども、ちょっとこの犬の吠えるということについては分かりません。はいはい、2番リクタ、これはこだわると言いますか、こだわって選ぶとかそういう時に使います。それから3番のけたはこれ取り除くという意味になります。はい、以上です。というわけでグループ1の皆さんでした。ありがとうございました。ぎっちりは副詞です。これには3つの意味があります。1つ目はいつもという意味です。難しい漢字はぎっちり書いて覚えゆうけんどなかなか覚えれん。難しい漢字はいつも書いて覚えていますがなかなか覚えられません。2つ目は頻度を表す頻繁に何度もです。手紙の返事を待ちかねて郵便受けをぎっちり見に行きゆう。手紙の返事をまだ来ないかまだ来ないかと待って郵便受けを一日に何回も頻繁に見に行っていますのように使います。3つ目は一つのことをずっとやり通すの意味もあります。今日はぎっちり仕事をしたきだれた。今日は一日ずっと仕事をしたので疲れましたのように使います。ほたえるは騒ぐです。動詞です。教室でほたえられん。教室で騒いではいけません。病院の待合室でほたえたらいかん。病院の待合室で騒いではいけませんのように使います。引き続き、MC をメンヌムが務めさせていただきます。そしてさっきと打って変わってサブ MC を務めるのは、はい、改めて大島と申します。リベンジしようと思ったんですけど、でも関はあそこから追い出されて、その CM 追い出されたんだ。はい、俺の隣に追い出されてきた。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして先ほどはグループ1だったんですけれども、ご紹介いたしましょう。グループ2の皆さんです。こんにちは、ジェイコブです。私は高知県庁の文化国際課で働いています。中心はアメリカのノースカロライナ州です。去年の8月来ましたので、だいたい半年高知にいましたね。そして好きな日本語ですね、ゴルゴルという言葉です。理由は3つあります。まずは私の趣味は部屋でゴルゴルすることです。そして2番はいろいろな場面に使えます。例えば雷はゴルゴルします。猫はゴルゴルします。そして最後に、ゴルゴルを言うのが楽しいです。以上です。それでは引き続き見た顔なんですけども先ほどグループ1にも参加しました、ね、国際交流のりんです。今度もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あれ、あなた。はい。場所変わりましたね。はい。高知市総務課のインドネシア国際交流のあゆと申します。インドネシアの
東ジャワ州出身です。高知に住んで5年目になります。好きな日本語なんですけど、好きな漫画のタイトルの中に出てきた日本語がこの麗しい、響きもいいし、なんか麗しいっていう最近好きです。はい。よろしくお願いいたします。高知県文化国際課の韓国の国際交流のイと申します。私は黒潮くんがとても大好きなので、黒潮くんここに置きたいと思います。よろしくお願いします。高知に来て、今2年半になります。7年前に留学生として高知に1回来たことがあって、正確に言うと3年になります。好きな日本語は秋です。その涼しい季節が好きということもあって、自分の誕生日も秋にあるので好きなんですけど、なんか最近誰かが私の秋を奪っていったような感じで、なんか日本に来たらもう暑いですし、韓国に来たら秋がないんですよ。大変。秋の季節をまた感じたいです。よろしくお願いします。それではよろしいですか皆さん。はい。では、第3問。私の子供時代は〇〇かっこいたずら人の迷惑になることをするだったので、よく親や学校の先生に怒られました。さてこの場面に合ういたずら人の迷惑になることをするを表す適切な土佐弁は次の3つのうちどれなんでしょうか。今井先生お願いします。1番ヘチ、2番割りことし、3番一概。はい、では皆さんぜひ考えていきましょう。ではスタート。皆さんの回答を一斉にお見せしましょう。せーの、ドン。割りことし、一概、割りことし、割りことし。おお、すごい、割りことしが人気だったんですよね。一応たった一人、一概選んだリンさんから説明していただきましょうか。この一概は日本語の中になんかやりがいとかいろいろ最後に害があったから、いたずらの部分はなんか間違いじゃないと。なるほどね。3選びました。じゃあ割りことしを選んだ3人で、イさんなんでこれを選んだんですか。悪い子とかあるじゃないですか。そんな感じで聞こえたので選びました。多分違うと思いますけど。じゃああゆさんはじゃあ。そうですね。全くイさんと同じ感じで、なんか悪いことをする、なんか悪いことしと思いました。ジェイコブさんどうですか。私は大体同じ。いたずらとかは悪いことだから、悪いことしは悪いことに似てるので選びました。なるほど。ここはぜひ今井先生にちょっと正解を発表していただきたいと思います。お願いします。私の子供時代は割りことしだったので、よく親や学校の先生に怒られました。ということで3人正解です。この3つの言葉の意味を簡単に説明していただけますか。はい。1番ヘチ、ヘチは違う方向ということになります。で、はい。割りことしはいたずらをする人の迷惑になるような子供が多いですねのことを言います。から一概というのはこれは一途とか一徹なというような意味があって、一概な人というふうに使います。ありがとうございます。じゃあ私の子供時代割りことしだったよって言ってる。私ではありません。俺だけ嘘。メイさんはそう見えるので、あんまりびっくりしないんです。あんまりびっくりしない。そうね。なるほど。大丈夫。最後の質問なんですけれども、第4問。A さんは風邪で体調がとても悪いそうです。明日仕事で大事な会議がありますが、A さんは休むでしょう。多分代わりに B さんが会議へ〇〇かっこ行くようです。この場面に合う行くようですを表す適切な土佐弁は次の3つのうちどれなんでしょう。1番行かれん、2番行くにようばん、3番行くにからん。さあカレン、ようばん、からん、どれなんでしょう。
ホワイトボードに回答を書いてください。はい、では、一斉に発表してもらいましょう。せーの、と育に4番、育に4番。何ですかこれ？白鳥。白鳥。白鳥。育にから。ちょっと料理上手やしさ。ちょっとカメラでぜひもう一度お見せしてください。2番。お聞きしてもよろしいでしょうか、理由を。じゃあまず一人ぼっちなイさんから2番と3番でめっちゃ悩んだんですよね。でも自分を信じて自分の名前がランだから。そうだよね、俺そうかなと思ったよ。私もそうかなと思った。じゃあこれですね、まず2を書いて、育女番書くのがなんかめんどくさいなと思って。多分こっちを書いた方が圧倒的にめんどくさいと思うんですけど。私もそう思います。私もそう思います。でもすごい上手だったんですね。はい。レンさんちなみになんで2番を選んだんですか？そうですね。で2と3私も迷ったんですけど、行くよでここもよがあるから多分一緒かなと。はい。なるほどね。はい。じゃあジェイコブさんは？私も行くよと行くによはちょっと似てるので、それを選びました。はい、じゃあ二枚先生すみません、はい、正解の方お願いします。はい、A さんは風邪で体調がとても悪いそうです。明日仕事で大事な会議がありますが A さんは休むでしょう。多分代わりに B さんが会議へ行くに変わらん。おずるいな。はい、じゃあでもここはイさんの名前もそうですね。違うんで、やっぱり問題選ぶときは自分の名前が入っているものを選びました。説明の方お願いします。はい、1番のイカレンは皆さんもおっしゃっていたようにこれは禁止です。行ってはいけませんということですね。で2番これは行くに要番、これは行く必要がないということになります。で3番の行くに変わらんはこれは行くらしい、行くようだというふうに推量の表現になります。はい、というわけで土佐弁クイズ第2弾、以上となります。皆様お疲れ様でした。そしてこの動画を見てですね、皆さん高知の方言土佐弁を少しでも知ってもらって、そして学ぶことがしていただけたらすごく、私たちも嬉しいかなと思います。みんなとりあえず土佐弁を使ってみーや。使ってみーや。使ってみーや。またお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。割りことし、これは名詞です。主にいたずらをする子供のことを言います。うちの子は小割りことしやき、人に迷惑をかけて困らーよ。うちの子はとてもいたずらをする子なので、他の人に迷惑をかけて困りますのように使います。行くに変わらん、これは日本の古い言葉が残った言い方だと言われています。様子を見たり、誰かから聞いたりして、何々らしい、何々ようだと考えて言う言い方です。友達の話では、あの人は東京に仕事に行くに変わらん。友達の話では、あの人は東京に仕事に行くらしい。今朝見たらスーツケースを持って行きよったき、旅行に行ったに変わらん。今朝見かけたらスーツケースを持って行っていたので旅行に行ったらしいですねのように使います。またに変わらんの前には他の動詞も使います。天気予報を聞いたり、自分が空の様子を見たりして考えるとき、今日は雨が降るに変わらん。今日は雨が降るらしい
降るようだのように使ったりします。今度の土佐弁は分かったかね。みんなも頑張って使うてみてや。チャンネル登録はこちら。よろしくお願いします。